いらっしゃいませ。This is へようこそ。今回はラップとか EDM とかポストクラシカルとか最近いろいろ聞いたことに関しての雑談です。一応ね、うちも登録者1万を超えて、時代的なことも含めて自分なりに考えたことがありますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。まずいきなりですが、ドレイクって知ってますか皆さん世界的に最も売れているラッパーの一人ですね。カナダ出身の。でも自分はね、正直知らなかったんですよ。すいません。登録者がね1万を超えたところで考えたわけですね。音楽系チャンネルを名乗ってて、理想としては昔の FM 雑誌のようにね、いろんなジャンルを広く網羅するという、そういうことをやる気なら、何より今の音楽について知らないわけにはいかないですよねそう思いましてね、もうほんとね、何十年ぶりかでね、ビルボードランキングなんかをねチェックしちゃったわけですよ。でね、いろいろ聞くとですね、まず僕の心がやられたのがビートでしたね。今の楽曲ってしっかりとしたビートがあるものがほとんどですよね。カントリーとか昔ながらのものないわけじゃないけど、ほとんど強いビートがある。でもちろんね、昔の80年代のジャズやポップスでもビートはベースになっていましたけど、今もう個性的でインパクトのあるビートさえ流れていれば、あとは適当に喋っているだけみたいな。いやそれはね、君適当に喋ってるんじゃなくてね、リリックだよ、アートだからというツッコミはもちろんなんですけど、僕はね、ビートに酔ってしまいましたね。慣れない酒をガブ飲みしたみたいになってね、ちょっとビートが響いてこない昔の曲がつまらなくなっちゃった。だから今の人にとってね、昔の曲ってこういう感じなのかなって、これが時代の変化ってやつなのかなとかもう思ったんです。でもね、そのうちに酔いが冷めてくるともう普通に聴けるというかね、むしろビートのないマーラの交響曲とかね、妙に新鮮に感じたりしてね、リズムがないわけじゃないですけどね、四つ打ちみたいなはっきりしたビートは交響曲ってないですからね。で、僕がねビートに酔いながらビルボードランキングとかをチェックしているとね、あるアルバムの曲が上位独占状態だったんですよ。その時なんだこれってねなったのがドレイクのアイスマンだったんですね。ドレイクってラップなんだけど、あまり押しの強い喧嘩腰のやつではなくて、むしろ孤独で内省的な曲が多いみたいですね。中にはね、むしろホッとする優しさと感じる曲さえあって、そのナチュラルなディープさにね、すごいなと思いました。今は今なりに深いぞって、そんな深いものが世界的にヒットしてるって、すごいなと思いましたね。でね、そしてそういうラップからEDM ってあれですよ、エレクトリックダンスミュージックなんてものもね、ほとんど人生初めて聞き込んでみたりしましたね。これちょうどね、僕が北海道に行ってジャズ喫茶に通っていた頃にEDM って結構ハウスとかテクノとか流行ってたんですよね、都会ではね僕は北海道にいましたけど。で、
まあね、僕は音楽の良さってこうかっこよさではなく感動だと思っているから、そこはね EDM 界隈とはスタンスが異なると言っていいと思うんですけど、まあでもね、かっこよさにこだわる、感性にこだわる音楽っていうのも新鮮で興味深く聞かせてもらいましたよ。はい。そしてそのねエレクトリカルな方向性の先にね、もう一つ新しい扉がございましたね。ポストクラシカルとかネオクラシカルっていうジャンルのことです。基本的にはね、シンセサウンドだけではなくて生楽器を利用してアンビエントな世界観を広げていくものって感じですね。内省的という意味ではあれほら、いわゆる現代音楽も同類と言えると思うんですけど、しかしね違うんですよ。今の現代音楽ってなんか技術的に限界まで追い込んだようなコンクールのためのコンクールの曲みたいなのがありましてね、ちょっと普通に普通に歩きながら鑑賞するっていうものではないんですが、まあね、そこはね音楽として違うんですよ。もっとね、だからその技術的に追い込んだの反動っていう見方もあるみたいだけど、もっと自然にねリラックスしてナチュラルに聴ける現代の音楽まあ生楽器を利した音楽、それをね、ネオクラシカルとかっていうらしい。じゃないポストクラシカルか。ネオクラシカルって言ってもいいらしいんだけど、ただそれはねすでにヘビメタ界隈で標準語になっているらしくてねなんかゼッペリンとかを真似るようなサウンドですかね。でだからちょっとネオクラシカルっていうのはちょっとロックの方で使われてるのが多いので、まあそれ以外っていうことでだとポストクラシカルって、まあその言葉がどこまで正確かは分かんないけど、まあそういう表現があるっていうので僕は今になって知りました。そして、遅まきながらマックス・リヒターとかオーラブ・アルナーズとか、もう意外だったんですけどね、青葉一子さんっていう方良かったですね。クラシックギターによる弾き語りでもうすでに世界的に注目されてらっしゃる、ぜひねうちでもいずれ取り上げさせていただきたいところですが、そういったね今の音楽に共通するものってね、もうみんな感じると思うんだけど、孤独かもしんないですよね。もちろんね昔から孤独っていう表現のテーマはありました。例えばピカソの青の時代とか、中原中也の詩とかエリック・サティとか。でも70年代から80年代の音楽ってね、音楽で救われるということを音楽自身が体現していたっていうことがあると思うんですよね。悩んでも音楽で救われるだから一人ぼっちのクリスマスでも山下達郎を聴けば心が和むとかさ、ピカソだって青の時代は青の時代だけど、その後にねカラフルなで自由な世界がドバッと花開くわけで、でもねなんか今の世界ではそのような救いすらね虚しくなるほど多くの人が孤独を抱えているのかもしれないですよね。どうですか皆さん。別にここの芸術家でなくてもごく普通の勤め人とか子育てをしている主婦とか、もちろん若い学生たちも仕事を引退した老人もそれぞれに孤独だし、あとねお金があればいいってわけでもなくてね、資産が豊かでタワマンの高いところに住んでる人がすごい孤独だったりしてね、あるいはもちろんお金がなくて深夜のコンビニで働く人も
孤独を抱えて世の中に働く。みんながそれぞれに強くてなんか絶対的な孤独を感じ続けている。こんな捉え方でいいのかどうかは分かりませんけど、もしもですよ、孤独がテーマでいいのなら僕にはやれることがあると思うわけですね。変な話、いわば自分の専門分野というかそんなものが受けるとは思っていなかったからあまり出してなかったけど、やっていいならやるよってね、これからしばらくちょっとそこをやってみようかなと思います。で、今回199ナンバー199なんですけど、次の動画でね200回記念となりますが、そんな内省的な自分をテーマにした動画を上げてみます。もうできてるんでね上げます。とりあえずお試しですけど、ここから深掘りしてみるのはどうかなとね考えているところです。はい。で、実はねそういうような音楽話題とは別にねいきなり現実的な話題ですけど、中古の MacBook Pro を手に入れました。やっとうちもね Apple シリコン卒業です。M1 ですけどね今 M5 の時代ですけど、1ですけどねまあでもM1 Pro Max じゃないかな、M1 Pro なんでさすがに早いです。びっくりしたのがね演奏を録音するときにリバーブとかかけていてもヘッドホンのモニタリングの音が遅延したいんですよ。これはありがたいですね。今までは全てプラグインとか外さないとね音が遅れちゃってたんで、これをちゃんと加工した音でリバーブとかいろいろかけた上で自分でモニタリングできるとね、これは気分が上がりますわ。はいまあそういう動画も近々上げてきます。で、どうせだからって感じで制作環境もね久々にいろいろ見直しをしています。音楽系の有料プラグインを買ったりね、eBay っていうのも初体験しました。はい、まだついてないんですけどね、海外のオークションサイトですね。ここでね、言っちゃっていいのかな、グレースデザインのねマイク用プリアンプをねポチッとしちゃいましたね。やっちゃったしかしまだ先です。多分7月中頃じゃないですかね、届くのはね。いろいろ可能性を求めて頑張っております。あともう一つね、これもまた改めて動画にして語りたいんですけどね、今こう疑問があったら AI に質問すれば答えてくれるんですね。これマジすごいっすね今回衝撃的だったのはね、クラシックギターに適した EQ の設定ってありますかってなんか期待せずに聞いたらね教えてくれたんですよ。まあ数値的にはね数デシベル程度のねわずかな調整だけど、この方向性とかこのなんかこう当てる上げ下げする周波数の場所ね、これがねすごかった。今まで自分の耳で判断していた素人設定だったものがね、もういきなりプロのエンジニアに調整してもらったみたいなガラッと変わってびっくりしましたよ。EQ も AI もね凄まじい破壊力でした。はいまあ多分今までのものとこれからのものは感覚的にだいぶ違いが皆さんに分かっていただけると思うので楽しみにしていてください。まあそんな感じでね古いものも新しいものもいろいろと視野を広げていきたいと思っているThis isです。これからもこの発展を生温かい目で見守っていただけると嬉しいところです。ではご視聴ありがとうございました。今回の雑談については次からの演奏動画等でその音で
させていただけるのではないかと思っています。実質でしたっけ。